よくしてますね。彼はいつも仕事前にこれを楽しんで出勤すると。こんな暮らしをもう彼も26年間続けてます。幸せですよね。8時15分ですね。干潮が10時半ぐらいだったかな。若潮っていうね、ちょっとよくわかんない潮ですけど、これからどんどん潮が引いていきます。今日風がすごく弱くて、風向きはちょこちょこ変わるみたいで、1メーターから3メーターだったかな。すごい弱いですね。だからサップなんかは、すごくいい日なんですけど、今日はなんとなくね、なんとなくサップはもう持ってこずに、結構潮引きそうだね。干潮の2時間前でこれだもんな。すごいな。今日のこの若潮っていうのね、始まったの多分10年ぐらい経たないんじゃないかな。以前は小潮、中潮、大潮だけだったのに、ある日突然ね、長潮と若潮っていうのができちゃって、未だにね、説明読んでもよくわかんない仕様で、わざわざそんなの入れる必要あったんかなみたいな感じがするね。どこ行こうかな。とりあえず一番奥行ってみる？なんか大きな鳥がいるな。紫サギじゃないよね。なんだろう。なんか黒っぽい鳥が。ちょっとね、俺の視力だと見えないんだよな。目悪いんですよね。顔はいいんですけどね。性格もいいんですけど、なんやもう目と年収がね、あまり良くないっていう。顔と性格はいいんですけどね。なんでですかね。先日はね、お客さんからね、予約の問い合わせがあって、すいません、その日休みなんですよって言ったら、8月なのに休むんですかってね、言われたんだけど、休ませてくれよっていう感じだよね。夏エンジョイしたいよって。もう今日はね、9月ですけどね。いや、昨日仕事しながらね、空を眺めてたら、一日中、八重山諸島を入道雲が囲んでて、ほんと最高の夏休みの雰囲気だったんですよ。で、だから今日ね、サップじゃなくて三脚持ってね来て、その入道雲を撮ろうと思ってたんですけど、せっかくこんな重いもん持ってきたのに全然ですよ。これからできんのかな。はい、今サトルアイランドのね、先端っていうか水と陸地の境目ぐらいね。これがどんどんね、これから、陸地が出てくるわけですね。サンダル履いてると歩きにくい。かといってサンダルを脱ぐのもめんどくさい。はい、このサスの端っこが綺麗ですよね。
世界ふれあい街歩き。まあ誰もいないからふれあいも何もないんだけど、じゃあこの辺をキャンプ地としますか。長野をやめて西表に移住しようか。それも一つの選択ですけど、体は一つだけですからね。人生は一回きり。迷ってる時間もないしね。あ、ほら、白いウサギと黒いウサギのつがいなのかな。詐欺でさえ相手をちゃんと見つけてるのに、俺はもうずっと一人だ。だんだん陸地が近づいてきちゃったからね。ちょっと奥の方へ移動した。いい感じだね。まだどんどん水が引いていきます。まだ今9時半だから、あと1時間ぐらいね、引き続けるね。もうここももうすぐ陸地になっちゃうね。サバニがいい感じだね。いい雰囲気だ。お客さんの声ね、全然聞こえないから、今日お客さん少ないのかなと思ったんだけど、まだね、10時10分ぐらいだからね、これからだね。もうすぐ大勢お客さんが自転車で多分近藤ビーチに到着すると思うんだよね。あと20分ぐらいすると。だいたい竹富航路はね、石垣発、9時半発、10時半発、で、あと1時発あたりがものすごい混むみたいだから。ちょっと冷たい水を求めてシュノーケルでもしてみる。人が大勢来る前に。
ちょっとね波も荒れてきたし風も出てきてね、自宅へ帰ろう。じゃあ帰宅してエアコン効かせた部屋で昼寝しよう。今日パイヌ島やってるかな。どうだろうね。俺が休みの時いつも休みなんだよな。ひと夏に1杯ぐらいは食べたいよね、あのふわふわかき氷。はい、もう気の身気のままかき氷屋さん行ってみたんだけど、やっぱ休みですね。多分僕の店の休みとかき氷屋さんの店の休み多分同じなんじゃないですかね。石垣島のパン屋さん、パンドゥミもねそうなんですよ。火水木のあたり休みにしてる人多分多いですね。残念です。雑草みたいにパイヤがねなってます。じゃあかき氷も食べられなかったしね、これ片付けて、お昼寝しよう。